でもどっちも乗り物、電車と車でやってましたから。でゴーストもう最近ですね、この辺りは本当にね。でビルドでジオですよね。すごいわ。平成ライダーが一堂に集結。平成でフィニッシュライダー出てます。やっぱり昭和とはまた違ったね、新たな時代のっていう感じで、もうこれからは令和ですから、令和ライダーになっていくわけですよ。ライドウォッチが一堂に会しております。すごいね、こんなに出てたのこんなにあった。もうね、毎年そうです。前年度ヒットセールス賞はこの仮面ライダーのベルトが必ず受賞されてますね。今年も見事、変身ベルトデラックス時空ドライバーが受賞しております。これがもう最終的なね姿ということで、いやさすがですね。こうやって並んでるの見るのいいね。このバンダイブースに仮面ライダージオウが登場いたします。おお、本当に来るの？皆さん手を振りながら全開だけてください。変身ライドタイム。仮面ライダージオウ。わあ、ジオウだ。素敵。俺は常盤総合仮面ライダージオウ。今日は東京おもちゃショーバンダイブースに遊びに来てくれて本当にありがとう。うわ、すごい。俺のライドウォッチがこんなにたくさん。それにこっちにはユーソーザーの新しい選手のおもちゃ、すごいな。この後もバンダイブースで思いっきり楽しんでいってくれよな。そうだ、せっかくだからさ、俺のかっこいい写真バッチリ撮ってってよ。かっこいい写真。私も合成でみんなに写真を撮ってもらうのも王様としての務めだよね。すごい嬉しい。ツーショット撮れちゃった。かっこいいよ。やっぱり私の変身と全然違う。それじゃ引き続きバンダイブース楽しんでってくれよな。それじゃまたね。ありがとう。今年の2019年の日本おもちゃ大賞ボーイズトイ部門大賞を受賞されております。騎士竜王3ナイツセットということで、これが今年の大賞です。ボーイズトイ部門。今度リュウソーレットがいる。いつの間にかリュウソーレットが。リュウソーレット。ピラミードのおもちゃかっけえな。ピラミード俺も欲しいな。そして仮面ライダージオウのライドウォッチ。ライドウォッチ見てる。ライドウォッチを見てる。後で誰かくれないかな。ウィンソージャーライドウォッチもあるからね、みんなよく見てね。そうじゃライドウォッチもあります。それじゃあみんな写真の方は大丈夫かな。東京おもちゃショーを楽しんでいってくれよな。ありがとう。バイバイ。バイバイ。こちらたまごっち、もうね私のね世代ですから、もうどんどん進化しちゃって、たまごっちミーツあってサンリオキャラクターズということで、サンリオのキャラクターとこのたまごっちがねコラボで一緒にどっちも楽しめる。もうさ、こんなにキラキラしちゃってるの今の。かわいい。でもやっぱりこのシンプルなね、この3つボタンの操作は変わらず。やだー、かわいい。持ってたよ。だからちょうど96年だから、私が5歳とかでね、もうなんか親戚のおばさんが並んで買ってきてくれて、もう超激戦だったんですから。これ持ってた。もっとね肌色オレンジみたいなやつ持ってたし、これも持ってた。でこっちの方も、懐かしい。オスっちメスっちありました。天使っちもあったね。天使っちもね可愛いんですよ。これまた全然急にここでキャラが変わってきて天使系になったりね。でここら辺海とね森のやつはね、これゲームボーイでも出てね、私ゲームボーイでもずっとやって
回ねここら辺で落ち着いると思いきや、私はこう2005年このまさにこの赤いやつ、もうこれをもうずっと肌身離さず持って常にやってました。大人になってからしばらくはねこの辺りはちょっとやってなかった時期があるんですが、また今ですよ。ほんで今ねやっぱここまで来てたまごっちミンツまた出会いますよ。もうかわいい、サンリオバージョンもあるんで、サンリオじゃないパープルブルーなんかもあって、なんかあそこすごいたまごっちミンツ、ここら辺もすごいですね。こっちがファンタジーなんだ、この2つは。でこっちもまたそれぞれあるっていうことで、グリーンとかも色合いもかわいい。サンリオを買います。ドラえもんのプログラミングのおもちゃが出たということで、転がスイッチドラえもん、こんな感じ、すごいクリアな、ね、涼しげ可愛らしいプログラミングで、ちょっと言ってしまえばピタゴラスイッチのようなね、この遊び方要素があるというか、バイバインとか秘密道具、ほらここタケコプターがあるの。ドラえもんの秘密道具もちゃんと生かして、ガリバートンネルなんかもありますよ。バイバインというんですけど、こちらバイバイン倍になって出てくるので、はい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 、こちらからボールを当てて倍になって出てくる。そういうこと。はい、そうです。ちゃんとこの秘密道具の性能を生かしてプログラミングの要素が、いわゆるコマンドがあるんじゃなくて、この秘密道具がそのコマンドになってるっていう。そうなんです。どこでもドア。ドアは下の方のドアからボールを転がすと上から出てきて、はい、なるほど。どこでもドアで違うこっちところにからこっちのドアに行ったような感じでそうなんですよ。行きます。あ、なるほど。小さいのがここ通ったら大きくなって、また大きいところから小さくなる。かわいい、ドラえもんがいる。ボールが大きくなって出てくるよとか、エスパー帽子もあるんだ。最初はまっすぐ、次はカーブ。なんで変わるの？こちら、こっちがまずですね、ワープキット、6月29日も今月末に発売ですね。ワープだから、さっきのどこでもドアがメインになって、それ以外にもね、タケコプター、モグラ手袋、タイムトンネル、エスパー帽子がセットになっているものと、こちらがジャンプキット、こちらも同日ですね。6月29日一緒に出ます。これが、さっきのバイバイガリバートンネル、時間長々構成に空気砲、これどっちも欲しくなるね。組み合わせ方も本当に自分でオリジナルのコースとかでね作れるので、単品でそれぞれ持っててもいいです。どっちも買って、この秘密道具の特性を生かしてコースを作るっていう、これ絶対チックに喜ぶわ。これもマイターゲットトイ部門優秀賞受賞されてますね。ガシャポン生き物展ということで、これ見て、手のサイズと見比べてみてください。かなり大きいです。もうこれ裏側でちょっとねリアルなんですよ。ここに裏側が出てますけどそう、この触覚っていうの、足とかがすごいんだよ。チームを投入していきます。遊んでみませんか？わー、やります。タッチをしてください。頑張ります。わー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 、そういう感じ。わーわーわー、全然取れない。わー、頑張ってください。色付きのここが高得点です。あ、やった。じゃあ色取った。です。すいません。今度出てきます。わこちらでゲームが終了です。皆さんはいくつ獲得しましたか？ー、結構取りました。いっぱい入ってますね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10プラス3点で13点です。やったー。最高得点です。やったー。メガハウスさんのブースに来ております。今ね、ちょっとやらせていただいたんですが、ポップコーンパニック、これ面白い。メガハウスさんは結構これパーティー系のね、おもちゃを毎年ね、すごく面白いのを出されていて、私も結構今までたくさん遊んできたんですが、これ簡単ですね。でもすごいこう熱中してできるからいいし、この色によって得点が違うっていうのもかなりゲーム性があって面白かったです。指技シリーズということで、以前で参加出品かなんかでちょっと展示されてたんですけれども、すごいこうアーケードゲームのいわゆるパンチングマシンを指でやるっていう。オッケーオッケー、すごい662。Oh yes, go 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 go! Oh!
that's very good. Yeah. My turn. My turn. オッケーオッケー。 Go, 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 go. 軽く。 Oh! さすがでも僅差だったよ。いきます。 Go, 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 go. Oh, オッケ 720. ー。おお。 Good グレ job. ート。 My turn. ああ、オッケーオッケー。なんか音が違う。グレー。わあ、面白い。指だけでできるのが面白い。パティーズさんっていうのかな。いちごジャム粘土、もうね、今匂いがすごい。触っていいのかな。あ、すごい。なんか水飴みたいな。ちょっとこのなんていうの？なんていうのかな、このわかりますかね、このほら水飴みたいな感じでしょ、見た感じ。すごい匂いがもういちご種のこのつぶつぶが入ってるの、これがよりこのジャムですよ。すごい塊。パッケージが素敵じゃないですか。これそのまんまジャムだもん。だって多分ね、これね、このまんまね置いといたら本当にジャムにしか見えないよ。もうね、我々おなじみトイコーさんのブースでございます。10月発売予定、常用都営バスだって。すごくかわいい。なんかもう逆に本当にシンプルにバスにこうハンドルとねシートがついてるだけっていうのがいいですね。こうバスボタンがついてるの、音が鳴りますよ。次止まります。あ、これクラクション。こっちはドアの発車しますまでありました。今座席がよいしょ、物入れになるってことで、いやーこれかわいいね。このシンプルさがいい。本当に軽いし、これちょうどそんなにこうやっぱさ、こういう乗るものって結構場所取ったりしますから、これぐらいのコンパクトさが嬉しい。10月発売予定、楽しみです。バスボタン、これサウンドがここのさ、次止まりますだけでこの左右のここもサウンド出るんだって。前のご乗車ありがとうございます。走行中事故防止のためやむを得ず急ブレーキをかける場合がありますので十分ご注意願います。すごい。7種類のサウンドがこの左右のボタンとここで、ここはまあ次止まりますですね。最初ここのサウンドだけかと思ったらこの左右にもボタンがありました。もっともっと楽しめます。こちらですね、元井さん、こういうね小松さんのねこう重機とかもすごいいろいろ出されてるんですが、今回このセットで工事現場セット、このね先のここアタッチメントがそれぞれ変えられるので、いろんなね作業ができるようになって、しかもここら辺のこの標識だったりコーンなんかもついて、本当にこの動きはもう本当にリアルな動きをほら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 、結構ねこれね大人がね操作ハマっちゃったりして楽しいんですよ。サウンドトレインシリーズたくさんねこれまでも車種出されてますけど、ついに出ます E235 系山手線9月発売予定。現在これ今ねまだサウンドが今日はちょっと出ない状態ということなので、サウンドは今後ね発売の時に楽しみにということなんですが、このね山手線ね、ここのグラデーション特徴的なお顔になってますが、皆さんこの横、ここよーく見たら分かります。実はこのドアもね端の方がね微妙にここねこのドット柄というかこのグラデーションになってるんですね。この前面みたいな、なんとそこまで細部まで再現されて、でこっちですね、ドアも開きます。これなんかこの走る時がいいんでね、こうなんかクッと惰性でこう言ってくれるというか、9月発売予定3300円税抜きですから、皆さんこのサイズ感でね E235 系サウンドたっぷりね、ビジュアルも最高、ぜひぜひ手に取ってみてください。さあこちらパイロットさんのブースに来ております。おもちゃ大賞イノベーティブトイ部門優秀賞を受賞されてます。お風呂で貼るポスターですね。答えが出てくるポスターの世界地図&国旗、さらに日本地図というペンがそれぞれ濡れてますね。例えば関東地方、何県？千葉県。県庁所在地千葉市。薬
黒部ダムが有名な都道府県は富山県。ほっとけばこれは勝手にまた戻るんですかね。お風呂なので。さあ世界地図、このそれぞれ各国の街に番号が書いて、その番号とこの上の国旗の番号がね一致してます。だから例えば今ここ147番、この国旗、これはどこでしょう。オーストラリア。24番どこだっけ。24番どこだっけ。24番がありました。これがノルウェーだ、ノルウェー。お風呂でさ遊びながらできるし、勝手にこの文字もね戻ってくれるし、いやーこれ買いましょうね。川田さんのブースですね。ナノブロックで有名なところですが、今回は出ました、東京駅丸の内駅舎が登場ということで、私写真でこのパッケージとか見てたんですけど、やっぱり実物めちゃくちゃ小さいですね。すごい。この、ナノブロック自体がそもそもねもちろん小さいものなので、それでいてここまでこの東京駅のこの駅舎を再現できるっていうのが素晴らしい。それぞれね鉄道のこのシリーズも出されてますから、ナノゲージといってね、ここら辺の車両とも一緒に揃えてね情景として置いてみてもいいですよね。E233 湘南新宿ラインと800系ツバメが新しくこの2つですね登場ということで、また今後もどんどんラインナップ増えていくんですかね。社員さんですね、以前もこのトーマスの貯金箱とかねここら辺見せていただきましたが、今回これ飛行機貯金箱だって。これ前もあったのかな。飛んでたテイクオフでお金がここにストンとお金を入れてトーイングカーを押すとテイクオフこれいいわ。ダイソンの子供のやつじゃない。ついてるので、実際にちゃんとゴミは拾うんですけど、なので皆さんのなるほど、お手伝いで。確かにお家でダイソン使ってたらね、子供もこれ隣で一緒にやったらすごいいいね。デロンギじゃない、デロンギね。デロンギさんのこれもうさ、やっぱここら辺がかっこいいよね。これつければ実際に洗ってます。本当だ回ってるちゃんと。なんかみんな子供が見ててもやっぱ持ってても可愛いもんね、こうダイソンとか。マテルさん、ホットウィールさん、フィッシャープライスさんのホットウィールシリーズマリオカートのが出てるの可愛い。これどうやってスタートするんでしょう。せーの。これはビューンっていくのかな。電動で。すごい。また6周。本当だ、下がってきてるんですね。かわいい。なるほど。すごい。なんかこれほら、ここのこれで邪魔もできるみたいな。こっちあれなかなかでもうまいこと。いや難しい。やったー。こうやって邪魔もできる。たくさん種類があるから、自分の推しのキャラクターでできるのがいいですね。ブースターがないので自分でこう叩いて、なるほど。で戻ってきたらもう一回叩いて、なるほど。これも同じでこうはい、それぞれ早く。土管とかかわいい。ちょっと弱かった。石川玩具株式会社様ですね、ブースで。運転使用機関車セット。このようにリモコンで機関車が動くよというふうに。なるほど。でバックもできちゃう。バッグとかもあるし、発車ベル、警笛、到着メロディーありますね。ちゃんとこれブレーキの寛解の音が、スピード感もリアルでいいですね今ね。さあこちらアイアップさんの
ブースなんですが、このマナービーンズシリーズ、お箸の練習をするねおもちゃになっているやつで、今回機関車トーマスシリーズが登場です。もう男の子だったらみんなやっぱり喜びますね。普通のお豆をね移動するのもいいんですけど、今回ほらかわいいトーマス、トーマスはトーマスでもいろんなね形がありますね。ニアがいる、ニアがねいます。これでもうお箸のね練習を楽しみながらできるっていう、このなんか見て見て、こういうカードもついてるんだ。だからカードのほら線路に乗せてあげてね、ここに乗せたらいいんじゃない？機関庫もあるよ。機関庫にほらそれぞれ車体番号なのかなね、乗せてあげて、ほらそれぞれ形も決まってます。だからこんないろんな形があるんだね。ちゃんとこのくぼみをさこう掴んだりして、それぞれ持ちやすさが違ったりするので、これなかなか難しいですよこれね。この三角形のやつ、機関車トーマスドキドキタワーゲームだって積んじゃうのなかなかこの状況は見たことが、言ってしまえばジェンガ的なね、こういう積んで抜いて、ちょっとお箸でやるの？手でやってもいいし、お箸でタワーだって。だからこれもまたちょっとね、よりこう、レベルが上がりますが、お箸の練習にもなるわけですね。バランスケーキビュッフェだって、乗せていくの？崩していくの？これ相当難しいと思う。もうイチゴが面白い。こちらピノッチオさんのブースにやってきました。アンパンマン系とかね、その他にもたくさんいろいろやられてます。初めてのおしゃべりデラックス、アンパンマンがおしゃべりしてくれるんだって。よかったらアンパンマンって声かけてみてください。アンパンマン、僕呼んだかなって言ってくれた。でですね、クイズ出してくれます。仲良しタッチモード。食いしん坊なのは誰かな？誰でしょう？バイキンマン。ラブが大好きで食いしん坊なのは誰かな？楽しいおしゃべりをしてくれるバイキンマン。やったー、正解した。かわいい。ちゃんとこうタッチしたりとか、おしゃべりもして寝かしつけもできるんだってよ、このアンパンマンを。こちらアンパンマンうちの子天才シリーズ、手遊びいっぱい欲張りパークということで、ここがねもうパネルになってタッチして遊べる。さらに手遊びパネルっていうのがこっちにも今下にね置いてありますけど、好きなところにつけられるんだこれね。これでいろいろ遊びながらもちろん滑り台、そしてジャングルジムみたいな感じで遊べるってかわいい。スタート。これ反射神経にいいですね。曲も流れてる面白い。これ子供ね多分ずっとやってますね。これもうすごい力でやりそう。ついにこれ新しいバージョンが出ました。欲張り美人化デラックスということで、我々が、動画をね撮ったりお家でも毎日のように乗り回してるのは、美人化2だったんですね。今回デラックスということで人気の商品がパワーアップして新登場。この形のブロック入れられるようになってる。この窓とかここのね下のこのくるくる回るところは一緒かなと思ってたんですけど、前が違いましたね。ここがほらもうこのハンドルはね前もありましたけども、こんななんかボタンとかこのちょっとメーターみたいな、これウインカーがここについたんですね。なるほどなるほど。美人カーに、乗らない時でもここだけでまたこうちょっとハンドルで遊んだりできるし、これ欲張りボックスうちに大きいのがあるんですけど、それのミニが出るんだ。かわいい。これねやっぱいいですね。これぐらいのコンパクトサイズで、でもねやっぱこの粒は抑えられてるというかね。かわいいかわいい。ほんとこれがあるだけでやっぱりベビーカーとかにねお出かけにも簡単に持っていけるのがいいですね。すごい。このシリーズすごいいっぱいある。ほらスイッチもあるし、こ
もう最近じゃないですか。最近ね我々も時ワンにもう一回買い直して動画を撮りましたけど、これの大きいやつ、それのちっちゃいやつが出ました。かわいい。あ、でもねここら辺のこうやっぱこうガリガリ音っていうのこれも大好きですから。あ、ウインカーがいや、いいよいいよ、これすごくいい。やっぱりね、で一番これいいのが、お値段がねお手頃っていうところがいいですね。それぞれ9月発売予定とか、ちょっとまだ先にはなりますが、これぐらいだったら全然ね気軽に購入できるのがいいですね。アンパンマンコロコロおしゃべり玉入れ7月発売予定です。ボタンを押してみます。あ、入ったら喋って、ここ絶対入る？絶対入る感じ？これ子供は喜ぶわ。これいいね。可愛いのよ。ここなんかお家がさあってさ、お家から出てくるから、ほらでアンパンマン喋ってくれるし、いいよいいよみたいな繰り返し遊べるのがいいですね。これあ、失敗する時もある。結構これはこれをしてボールを引っ張り、なるほど。このレバーを手前になるほどなるほど。当たると落ちる。勝手にさあ狙っていきますよ。ホラーマン。それのこと。このレバーで当たると落ちる。面白い。かわいい。おしゃべりと音楽もすごい流れてますね。クレンキャッチャーはもうね子供大好きですからね、ちょっとお家でゲームセンターに来てるみたいな感覚で遊べますよ。これ操作性もすごく簡単なので、子供でもね取れなくて、あまりにも取れなくて悔しいってことがないからいいですね。ダイヤペットさんね、これも我々もそれぞれ持ってますけど、今回また新たに仲間が増えるよということ。アニー&クララベル、前にねトーマスが出てますから、トーマスにつなげてっていう感じでね、このほんとスケール感がね模型とね同じなんですよね。テレビシリーズで使われていた感じの、だからそれぞれトーマスとゴードンとかを比べてみるとね、全然大きさの違いが分かります。でゴードンもね7月発売予定ということで、これで、トーマス、パーシー、ジェームス、ゴードン、ヒロ、そしてパーティーが揃うわけですね。トーマスの後ろにアニー&クララベルという形で、ヒロ見てください、このサイズ感でね、そこそこのこの重量感もあって、でこのリアルなんだよね。ここら辺のさ機関車としてのこのシリンダーっていうのそれぞれ動き方が、だからこれは本当にねトーマス好きの方もそうですし、結構大きいからね見応えもあって、飾っとくにもすごくリアルでかっこいいです。今のクララベル、それぞれお名前も書いてあって、車内もなんとなしにちゃんと見えますよ。いいね。俺様はゴードンだ。もうちょっとねもう笑ってる、いいお顔してますねゴードン。だからトーマスとね比べてみると、ゴードンってこんなに大きいんだっていうのが見て、このお顔の違い、これは本当に今後もっと増えていくのかな。楽しみだな。結構主要メンバーはね随分出ましたけど、隣にこちらハローキティ新幹線のやつもありますね。結構重量があって、かわいいね。いろいろねNゲージなんかでもね登場したりしてますけれども、このサイズ感で結構ねこれだけ重量あって大きさもあって、でこのお値段っていうのはなかなかお買い得だと思うので、ピンクで可愛い。しかも結構ここら辺のこのライトのね感じとかも細かく作られててすごくいいですよね。飾ってもいいし走らせてもいいし、こちらが9月発売予定です。さあこちらラブ編み、これねちょっとびっくりしたの。本当に正直こういうおもちゃで編むのってかなりこのね編み目が粗いイメージがあったんですよ。編み目が粗いから、ぬいぐるみとかにしてもっとねなんか透けてね見えるっていうか、編みの感じが見えるんじゃないかなと思ったら、もうこれすごい普通に売ってるぬいぐるみレベル、しかももうふわふわなの。これすごくかわいい。これ
この毛糸がねこういうやつを使うとこのねぬいぐるみができちゃうよってことで、やっぱりこういう編み物ってなかなかねこう織り機とかねいろいろ出てますけれども、子供でもこう簡単にねいろいろもうポーチ、バッグ、ストラップ、編みぐるみまで作れちゃいます。でポーチなんかもほらこうやってデコレーションでこれポンポンとかデコレーションパーツもセットで入ってるみたいなので、もう本当にすごいですよこれ。こんなさ糸を変えたらさ全然普通に大人が使ってるようなマフラーとかも編めちゃうから、色合いによってはね男性とかでも使えますよ。より簡単に編めるようになったんだって。棒編み、かぎ針編み、なんか難しそうなイメージがあってやってみたいけどできないんだけど、この機械ならできる気がする。だって子供でもできるんだもん。すいません。水泳、はい。これどこが私たち？チーズです。あ、チーズ。チーズ。頑張って頑張ってこきんちゃん早い。乗ってなかった。そうですね。確かにスポーツ育能マットだって。ジョイパレットさん、スポーツ育能マット、これ面白い。すごく面白いです。テレビとつないで、だって家族でねいろんなスポーツの競技が、水泳かな、水泳をやりましたけれども、すごいサッカーの PK とか。でもね基本的にはこの本当にマットを踏むだけ、両足か片足か交互に踏むかとかの簡単な操作でできるので、いやこれ面白い。対戦なんかも盛り上がりますね。お家にあるんです。そうなんです。もうね、もううちの子らももう毎日お風呂入るたびに回してますけれども、で最近トリマでアンパンマンウォータークルーズ、これ今年のね夏の注目商品です。お外なんかでもね水遊びで遊べますからね、おすすめです。本当にね面白いんだよ。なんか水路とかになんかお勉強にもなるし、こうどうやったらどこに行くのかっていうね。これ新しいんじゃない？これほらアイスクリームは前これ買いましたね。まさにありますけど、今回アイスキャンディーだって。かわいい。何？あ、ここがつけられるの？トッピングで。本当だ。この状態では普通のアイスキャンディーだけど、トッピングでそれぞれのキャラクターをつけたりとか、あとこれすごいですね。なんかモリモリなアイスキャンディーもあって、ですごくこう簡単にね遊べるんだけど、逆にその簡単だからこそ自分でねいろんなおままごとに取り入れて発展して遊べるのがいいですね。アイスちょうだいシリーズとも一緒に遊べるから、いやーかわいいな。ほんとかわいいんだよこれ。7月発売予定だって。夏にぴったりですね。こちらですね、セガトイズさんのいらっしゃいませアンパンマンコンビニということで、実は、我が家にもね買ってはあるんですが、まだ動画撮ってませんでした。これすごいね。このシリーズねもう本当に超人気で、うちもね持ってますけど、パン屋さんとかね焼きたてパン工場とかも出ますけど、今回コンビニということでよりなんかこう身近なねものがこうアンパンマンたちのね可愛らしい姿になって、ポテトチップスとか可愛いね。見てドーナツも可愛いよね。これ本当に楽しいんだよねやってて。ちゃんとほらそれぞれちゃんとアイスクリームのこう冷凍コーナーがあったりとか、ジュースがあったりとか、お弁当もあってかわいい。でこれねハンディでピッてねお会計できて、もうこういうコンビニの袋なんかもありますよ。次がですね、9月発売予定のアンパンマンコンビニデラックスということで、もうデラックスが予定されてますね。ここの部分ですね。ここの部分、このおでんとこのコーヒー、これコンビニコーヒー今もうねみんな飲んでます。大人がそれがあるってことで、おでんかわいい。これほらホットスナックもありますよ。ここにかわいい。あ、見て、ちゃんとよく見たらバイキンマンとか書いてあるの。かわいい。こっちのね通常版もいいですけど、よりねここ発展してね、このドリンクなんかも、このおでん、なんか音がしてる。
なんか音がしてる。ねえ待って、これ大根かわいい。かわいいよ。こちらマルカさんのブースに来ております。ここら辺トーマスがたくさん。トライミー、新しい新製品、機関車トーマス、ソドードカタカタ運転ごっこ。これ昔からさ、このシステムあるよね。ひよことかで私持ってたもん。かわいい。カタカタしてる。クランキーもいるし、あ、駅にトップハマート卿がいるよ。リドマス駅書いてあります。ほんでここら辺、このシリーズね、たくさんつなげて、これがすごい前回かな、見て、すごい7両とかものすごい積み貨車とかをねつなげるシリーズで出てますけど、今回これお友達、ペンキトーマスとお友達セット。ペンキトーマスだって、ほんとだ、すごいペンキかぶっちゃってるよ。しましまのゴードン、しましまのゴードン、そうだね、そうだそうだ。それに兄、それぞれこのお話に出てきたトーマスたちがね、こうやってなってるんですよ。こっちトナカイトーマスとお友達セット。あ、トナカイトーマスだ、ほんとだ。あとピンクのジェームスね、ありました、ありました。でこっちがクララベルがついてると。あ、これもすごいよ。見て見て、これすごい。ティドマス機関庫の7両セットってまさに今のメンバーたちですね。今こうティドマス機関庫にだから新しいニアとレベッカが入って、エドワードたちはね、他の機関庫に行ったりしてますから、まさに今のメンバーで、これペーパークラフトがついてくるんだって、機関庫の。だからお家でこれがまさにできるってことですよね。これいいわ。もうまさにニアとレベッカね、エミリーも結構珍しいんじゃないですか、こうやって入るのね。学研さんのブースでね、今年のおもちゃ大賞エデュケーショナルという部門優秀賞を受賞されております。こちらがニューブロックプログラミングということで、もう学研さんのね、この昔から人気の学研ニューブロックが今回プログラミングの要素を備えて、ね、登場したということで、もうすでに3月から、発売されておりますが、すごいですね。このそれぞれ7色の人型のね、このキーみたいなのがついていて、これにそれぞれこの色ごとに指令が入っていると。例えば青だったらモーターを少し動かす、それをここにこの黄色いところ、このブースみたいなところですね、ここに並べてそれぞれ指令を出していくと。でもう今回はこれ全部このブロックとのセットになってね、今ここに出てるやつですかね、出るということで、もうだから今まではこう本当に何を作ろうかな、ニューブロックで何を作ろうかなっていうところで止まっていた遊びがさらに発展して、その作ったものをどう動かそうかっていう、ここでねまた新たに発展して遊ぶことができるわけですね。こちら学研ニューブロックドクターイエローバックと新幹線バックが、それぞれですね9月に発売予定です。すごい本当にもうドクターイエロー、このお顔がやっぱりね、まずカラーリング、ブロックのカラーリングですね。あとこっちがまた500系と700系のね、すごいすごい、ほんと色味も確かにそうですね。この収納のバッグがまた可愛いね。それぞれね、新幹線の柄のバッグに入ってて形も可愛いし、もうこの前がねこだわりのこの形であるだけで全然ね変わりますからね。なんとなくの電車とか新幹線を作るよりもよりこうリアルを求めて作れるから、子供も喜びそうですね。それぞれ9月に発売予定です。増田屋さんに来ております。増田屋さんこのねパネルワールドシリーズがもうね昔から変わらずに出ておりますが、ここら辺がねなんか結構監修中だったのが多かったけども、新製品でこちらね出ておりまして、これすごいんだよ。走る機関車トーマスパノラマセットということで、かなりもうこの情景とパネルと車両もですか、車両もセットになってるのかしら。すごいセットですね。結構大規模なね、駅とかもここちゃんとね交互でね、片方が来たら片方が発車してということでぶつからないようになってたりとか、踏切が見て、今聞こえた？ちょっと聞こえたかな、音がねちゃんと鳴るんですよ。カン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 、光って音が鳴るけどぶつからない。絵がねいっぱい描いてて賑やかなんですよこれ。だから本当にシンプルな
なんだけどすごくこう見栄えが良くて可愛いっていう。いいですね。サウンド機関車トーマスとサウンド機関車パーシー。ワイ音楽と汽笛。あ、汽笛の音いいですね。あ、違う。聞こえた？ポーポー。ちゃんと音が違うよ。このテーマソングは一緒ですかね。メロディーボタン、テーマ曲が流れるメロディーボタン。この後ろにね、ここにね、HI と LO ってハイとローのねボタンがあって、これがなんと音量を調節してくれる。このテーマソングがね流れますけど、ほらどんどんちっちゃくなっていく。やっぱりサウンド系のおもちゃってどうしても音量が大きすぎてちょっとねお家の中でも騒がしいっていう時があるんですけど、これがあったら困りませんね。このオンオフもちゃんとついてます。音を鳴らしたくない時はオフにねして手転がして遊ぶだけもできるし、サイズ感ほんとちょうどいい。さあこちらアイデスさんのブースに来ておりますが、もうねインスタなどでも大人気のブルーナボンも我が家もね、おります。ちっちゃいのがいやー、ありがとうございます。本当は全色揃えたいんですよ、私も。でもねちょっと置く場所がねなくなっちゃうから。このサイズ感かわいい。ミニだってこれまた人気出ますよ皆さんね。えかわいいね。これやっぱりいい匂いするんだ。そうですよね。それぞれ匂いがなんか石鹸の香りとかありましたよね。いやだかわいい。この子大きいのうちにもいるけどちっちゃいのも欲しい。鈴の音とか。あ、本当だ。鈴の音がする。中に入ってるんですか？そうですね。へえ。いやーもう可愛すぎるよこれは。このサイズ買いましょうね。欲しい。見て今これ懐かしの、皆さん覚えてますか？ハローマックさん、トイ&ホビーのベビーマム、懐かしい。こちらのねすごい端の方にありましたシュープラザさんとかね、東京靴流通センターブースでね袋いただいちゃいました。他にもですねここでお写真撮ってアプリをダウンロードするとなんか特別なフレーム、フォトフレームがねダウンロードできたりするみたいです。いや嬉しいねこれ。なんかやっぱり今見るとすごいこのワクワク感が思い出しますよね、昔の。さあということで東京おもちゃショー2019、今年もですね、いろんなブース見させていただきました。もうおなじみのねところから、鉄道関連のおもちゃだったりトーマスだったりアンパンマンだったり、それといろんなねパーティーおもちゃだったり、もう本当にねまたたくさん欲しいものが増えてしまって、これからですねどんどん大体夏ぐらいに発売のものが今回発表になってたりするので、順次ね発売になるのが楽しみです。皆さんもぜひぜひ、今日の動画でね気になったものとかそれ以外のおもちゃもまだまだたくさんありますので、チェックしてみてはいかがでしょうか。個人的にすごくいいなと思ったのがたくさんあるんですけど、チェックはやっぱり今ドラえもんがハマってるので、ドラえもんのねプログラミングのやつすごかったですね。あと結構いくつかもう買ったやつとかもあるんですけど、お風呂のポスターなんかもねパイロットさんのあれも良かったですしね、プラレールトミカも新しいね大きなね情景とかもありますのでね、ぜひぜひこれからが楽しみです。ということで東京おもちゃショー2019でした。ありがとうございます。